ねえ、今日こそは飲みに行こうよ。うざ。あのクズまた口説いてきたよ。そうなんですか？真面目部長、ちょっとお話が。じゃあ会議室に行こうか。さて話とは？ちょっと小耳に挟んだのですが、業務第2課の楠田課長が呪いさんに連日深夜まで残業させているらしいのですが、私が調べた限りでは時間外勤務として処理されていないようです。それが事実であれば問題だな。一度調べてみるよ。呪いくん、まだ今日のタスク終わってないの？一生懸命やっていますが、まだ終わっていません。君はいつも仕事が呪いな。あ、名前が名前だからそうなるのか。とにかく今日中に終わらせろよ。ああ、でも普通の社員だったら終わることを、お前が呪いからなんだから残業にはならないよ。はあ。葛田課長、ちょっといいかな。真面目部長、どうされましたか？ちょっとこちらに来てください。はい、もちろんです。さっきの話、どういうことかな。さっきの話と言いますと？まず一つ目は、名前をいじることはハラスメント行為とみなされる場合がありますよ。二つ目は、呪いくんが仕事が遅いから残業にならないって話だよ。名前をいじることは分かりましたが、残業に対しては言った通りでしょう。他の社員はみんなできていることを、あいつは仕事が呪いからできないだけでタスク量は一緒だからですよ。お前は仕事が呪いとか名前をいじったりして精神的に追い込んで仕事を強要すると強制労働とみなされる場合があるよ。強制労働とみなされた場合は重い罰則規定があるよ。仕事が遅かろうが何だろうが所定労働時間を超えれば賃金が発生します。仕事が遅いのに残業手当がついたら他の社員から不満が出ます。残業手当が発生しないようにするには定時で帰らせる以外に方法はないよ。とにかく今まで残業させていた時間については遡って手続きをするように。はあ、一日のタスクをこなせない社員の給料を減らすために給料を出来高払いにはできないんですか？そんなことは思いつきで言うもんじゃない。現状出来高払い制を導入していないから無理だけど、導入したいのであれば出来高払い制について説明するから明日の10時に総務部に来てください。お嬢様、お疲れ様です。急に呼んでごめんなさい。呪いくん、おはよう。昨日も残業だったの？真面目部長と話した後、めっちゃ機嫌悪くてネチネチ言われました。そうなの？大変だったね。ネチネチ言ってんじゃねえよ、クスター。では出来高払い制について説明します。出来高払い制度とは、仕事の成果物の数量や達成度に応じて賃金が支払われる制度です。働いた時間ではなく具体的な業務成果に対して支払われます。歩合制と呼ばれることもあります。それいいじゃないですか。日頃ネチネチ口説いてくるくせに態度でかいな。まだまだ続きがあるから最後まで聞いてから判断してね。出来高払い制度には2種類あって、完全出来高払い制と一部出来高払い制があります。じゃあ完全出来高払い制にしてください。だから最後まで聞けって。だから最後まで聞いてからって言ったでしょう。完全出来高払い制は労働者に対しては導入できない決まりになっているので、導入可能なのは一部出来高払い制になります。一部出来高払い制とは、保証給である固定給と変動する出来高給とで構成されます。保証給である固定給は
成果がなくとも支払われ、出来高給は成果に応じて支払われます。固定給があるのは気に入らないけど、仕事が遅くて成果が出ない社員は出来高給が少ないから、少しは他の社員からの苦情も減るか。いやいや、一部出来高払い制でも所定労働時間を超えて仕事をした場合には賃金が発生するよ。出来高払いは時間でなく成果に対して支払われるってどこかに書いてあったけど。その考えは間違ってないよ。ここからは動画を一時停止しながらがおすすめです。例えば1ヶ月の固定給が16万8000円で100の出来高を達成した場合の出来高給が19万円とした場合、100の出来高を達成するために1ヶ月190時間労働したとして、その1ヶ月の法定労働時間が172時間としたとき、190時間引く172時間の18時間が法定時間外労働になります。19万円を190時間で割った単価1000円に 25% かけて18時間をかけた4500円の割増賃金が発生します。法定時間外労働に対しては 25% 以上の割増賃金の支払いが必要です。さらにその月の所定労働時間が168時間であった場合、172時間引く168時間の4時間に対して16万8000円を168時間で割った単価1000円に4時間をかけた4000円、さらに190時間引く172時間の18時間に対して1000円 ×125% の1250円に18時間をかけた2万2500円。固定給部分の残業手当は2万6500円、出来高部分の残業手当が4500円で合計3万1000円の残業手当が発生します。125% となっているのは所定労働時間を超えているため、その 100% と法定時間外労働の割増率 25% が加算されているためです。そのため100の出来高を所定労働時間内で達成した場合より100の出来高を190時間で達成した場合の方が3万1000円多く支払われます。それじゃあゆっくりやった方が得になってしまうじゃないですか。まあそれを得と考えるかどうかは人それぞれだけどね。定時で帰ることを義務付ければゆっくりやった人は成果が少なくなるから必然的に賃金は少なくなるけどね。そんなことしたら1ヶ月のノルマが達成できなくなってしまう。そんなの知らねえよ。お前が自分の仕事を呪いに押し付けてんだろ。労働時間を考えるときには使用者側が労働者の労力だけでなく時間に対してもお金を払うという感覚で考えれば分かりやすいかな。それじゃあ説明は以上です。呪いくんの残業手当の支払い手続きなるはやでお願いね。これで今後は残業手続き事実通りにしてもらえればいいんですけど。そうだね、そうなるといいね。桜山さん。あら、呪いくん。今日は定時で終われたの？今日は葛田課長に妨害されなかったから終われました。よかったね。ムカつく。どうしようかな。よし、今日は走るぞ。着替えよっと。キャッ。よし、出発。これで一つ片付いたかな。お前は仕事が呪いから定時に終わらないんだ。今日中に終わらせておけよ。でも残業手当は出ないからな。と言って残業手当が支払われていない話をよく聞きます。所定労働時間を超えて業務上必要な業務を行っていればそれは労働時間にあたりますので賃金の支払いが必要です。出来高払い制は本来設定された時間内にどれだけ成果を上げられるかという制度と考えますので、リソースが足りていない場面では
残業ありきになってしまいますので、デメリットが目立ってしまいます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とベルマークをポチッとお願いいたします。